INFJ の皆さん、人間関係で疲れてしまうのは、実はあなたが他のタイプの3倍も高いコミュニケーション能力を持っているからなんです。今日はその隠された3つの最強スキルを完全に解明します。お疲れ様です。会社員のひなたです。私のチャンネル、会社員ひなたの16タイプ分析では、MBTI を通して皆さんの生きづらさを才能に変えるヒントをお届けしています。私自身も人間関係でいつも疲れて、なんで私だけこんなに大変なんだろうって悩んでいました。人の気持ちを察しすぎてしまう自分に正直うんざりしたことも何度もあります。特に集団の中にいると、まるで感情のアンテナが何本も立っているかのように、周囲の気持ちや空気を拾いすぎてしまって、家に帰るとぐったり、そんな日々を送っていました。でも心理学を学んで分かったんです。 INFJ の人間関係で疲れる理由は、実は他のタイプにはない極めて高度なコミュニケーション能力が人一倍働いているからなんです。この動画を最後まで見れば、あなたの疲れが実は才能だったことが完全に理解できます。そしてその才能を生かして人間関係を劇的に改善する方法、さらには疲れすぎずに活用するコツも分かります。INFJ の皆さん、こんな経験ありませんか？職場で同僚の表情を見ただけで、あ、この人今悩んでるなって感じ取って、つい心配になってしまう。そしてその悩みを何とかしてあげたいと無意識に考えてしまう。会議で誰かが発言するとき、この発言で誰かが傷つかないかな、この意見が通ったらあの人は困るんじゃないかって、発言者の意図だけでなく、その発言が周囲に与える影響まで深く考えすぎて疲れてしまう。友達が LINE で「今日はお疲れ様でした」って送ってきた時、文字だけなのになんか元気ないのって感じることはありませんか？普通の人なら「お疲れ様」で終わりですが、 INFJ は句読点の位置、絵文字の有無、返信のタイミング、そして過去のやり取りのパターンから、その人の心の状態を瞬時に読み取ってしまうんです。飲み会や大人数での集まりで一人一人の感情やあの空気を読み取ろうと必死になり、表面上は笑顔で乗り切っても家に帰ると精神的にぐったり、まるで全身のバッテリーは空っぽになったかのように動けなくなってしまう。電車の中でも隣に座った人の表情から今日嫌なことがあったのかなって感じ取って、なんだか自分まで気分も重くなってしまう。めちゃくちゃわかります。でも安心してください。これらの疲れる理由こそが実は INFJ の3つの最強コミュニケーション能力なんです。僕も電車で隣の人が落ち込んでるとなんだか悲しくなっちゃうのだ。これも能力なのだ。まさにそうです。それが INFJ の特別な能力の証拠なんです。今からその秘密を解き明かしていきましょう。実はこれから話す1つ目の能力を理解すると、なぜ INFJ の世界で最も優秀なカウンセラーやセラピスト、心理学者に多いのかが完全に納得できるんです。この能力は人の心を理解し支える職業において、他の他のタイプよりも優れた成果を出すことができる、まさに心のプロフェッショナルとしての才能なんです。まず1つ目から見ていきましょう。1つ目の能力は深層感情読解力です。 INFJ は相手の表面的な言葉だけでなく、その奥にある本当の感情を無意識に読み取る能力が他のタイプより圧倒的に高いと考えられています。これはまるで相手の心のレントゲン写真を撮るかのように、その人の内側にある本質を見抜く力と言えるでしょう。例えば同僚が「大丈夫です」って言った時、普通の人は「あ、大丈夫なんだ」で終わりますよね。でも INFJ はその人の表情の微細な変化、声のトーンのわずかな揺らぎ、体の姿勢や仕草、目の動き、さらには呼吸の深さまで、あらゆる非言語情報から本当は困ってるけど迷惑をかけたくないから我慢してるんだな、助けを求めたいけどどう言えばいいかわからないんだなって瞬時に感じ取ってしまうんです。それすごい能力なのだ。でもなんで INFJ はそんなことができるのだ？これは INFJ の脳が持つ共感ネットワーク、特にミラーニューロンと呼ばれる脳細胞が他のタイプよりも活発に機能しているからだと考えられています。ミラーニューロンは他人の行動や感情を見た時に、まるで自分が同じ経験をしているかのように活動する神経細胞です。 INFJ はこのミラーニューロンの活動が非常に強いため、他人の感情を自分の感情として処理する傾向があるんです。だからこそ相手の喜びを自分のことのように感じられる一方で、相手の苦しみや不安もまた自分の痛みとして感じ取ってしまう。さらに INFJ は内向的直感という認知機能が発達しているため、目に見えない情報、つまり相手の感情の変化や心の動きをパターンとして認識することが得意なんです。これは相手の微細な変化から、この人はいつもと違う、何か隠しているということを察知する能力につながります。この能力があるから INFJ は言葉の壁を越えて人と人との間に存在する見えない壁を取り除き、真の理解を築くことができる。でも同時に常にこの高度な処理を無意識に言っているから疲れてしまうんですね。実際にカウンセリングの現場では、クライアントが言葉にできない心の奥底にある感情を読み取ることが非常に重要です。言葉では強がっているけど
実は傷ついている、表面的には冷静だけど内心はパニック状態といった複雑な感情状態を理解することで適切なサポートができるんです。 INFJ はこの深層感情読解力が生まれつき備わっているため、自然と相手の心に寄り添い真のニーズを引き出すことができるんです。僕もこの人本当は辛いのに無理してるってわかることあるのだ。それもこの能力なのだ。あなたがそう感じるのは相手の微妙なサインを無意識にキャッチしているからなんです。例えば相手がいつもより話すスピードが速い、笑顔は少し硬い、視線が合わない時間が長い、手をいつもより動かしている、こうした小さな変化からその人の内面の状態を読み取っているんです。この能力があるからこそ INFJ はこの人なら分かってくれる、この人に話すと楽になるって信頼される存在になれるんですね。でもこの能力は諸刃の剣でもあります。相手の感情を深く読み取れるのでネガティブな感情も強く受け取ってしまいます。だからこそ人混みや感情的な場面で疲れやすいんです。でもこれだけじゃないんです。2つ目の能力を知るとなぜ INFJ がいるチームは大きなトラブルを起きにくく職場の雰囲気が良くなる傾向があるのかが分かります。この能力は組織運営や人材管理において非常に価値の高いスキルとして強化されています。実はこの能力が一番重要かもしれません。2つ目の能力は調和想像力です。 INFJ は対立や緊張状態を感じ取ると自然にその場の調和を回復しようとする能力があります。これは単なる平和主義ではありません。相手それぞれの立場や感情を理解した上で全員が納得できる解決策を見つけ出す高度な問題解決能力なんです。でもそれってすごく疲れそうなのだ。そうなんです。でもその使いこそが価値ある能力の証拠なんです。例えば職場で営業部と開発部が対立してた時、営業はお客様の要望に応えたい、売り上げを上げるのが私たちの使命、開発は技術的に無理なものは無理、品質を下げるわけにはいかないって真っ向から対立してたんです。こういう状況で多くの人はどっちが正しいかを判断しようとしますよね。でも INFJ は違うんです。私は両方の話をじっくり聞いて、まずそれぞれの部署が何を最も大切にしているのか、その背景にある価値観や目標を深く理解しようと努めました。営業さんは顧客満足を重視してて、開発さんは製品の品質と信頼性を重視してる。どちらも会社にとって、ひいてはお客様にとって大切な価値観ですよねって、それぞれの正当性を認める言葉を投げかけました。そして段階的にサービスを改善していく方法はどうでしょう。まず基本機能をしっかり作って追加機能は次のバージョンで対応する。お客様にも開発スケジュールを正直に説明して期待値を調整するって提案したら両部署とも納得してくれて、これが INFJ の調和想像力です。使えるのは常に全員の気持ちを考慮しながら最適解を探そうとしているからなんですね。僕もみんなの間に立つこと多いのだ。でもどっちつかずで悩むこともあるのだ。それも INFJ の特徴ですね。でもこの調和想像力があるからこそ INFJ がいるチームは大きなトラブルが起きにくいんです。家族や友人グループでも同じです。誰かが孤立していると感じたらその人に話を振って輪に戻したり、対立の起きそうな時話題を変えたり、相手の立場を代弁したり、レイさんはこういうつもりだったんじゃないかな、イーさんも悪気があったわけじゃないと思うよって、お互いの気持ちを翻訳する役割を自然とやってしまいませんか。あなたの疲労は周囲の人々が気づかないうちにあなたが生み出している調和の量に比例しているんです。実際に組織心理学の研究ではチーム内に調和を重視する人がいるとチーム全体のパフォーマンスが向上し離職率が下がるという結果が出ています。 INFJ のこの能力は組織やグループの雰囲気づくりに欠かせない存在なんですよ。でもいつも間に立ってると自分の意見が言えなくなることもあるのだ。それは大切な指摘ですね。 INFJ は調和を重視するあまり自分の意見を後回しにしてしまう傾向もあります。でもだからこそ意識的に自分の意見も大切にすることが重要なんです。調和想像力は素晴らしい能力ですが自己犠牲になってしまっては意味がありません。みんなの意見を聞いた上で私はこう思いますって自分の考えも含めて調和を作ることが大切なんですね。そして3つ目の能力、これを理解するとなぜ INFJ が人の心を動かすのが得意なのか、なぜ INFJ の言葉には特別な力があるのかが完全に納得できます。この能力こそが INFJ が人生において最も大きな影響を与えることができる真の強みかもしれません。実際に多くの偉大なリーダーや作家、アーティストはこの能力を活用して人々の心を動かし世界を変えてきました。3つ目の能力は共感的影響力です。 INFJ は相手の感情に深く共感することでその人の心に本当に響くメッセージを伝える能力があります。これは単なる優しさではありません。相手の価値観や感情のパターンを理解した上でその人が最も受け入れやすい形で伝える高度なコミュニケーション技術なんです。
具体的にはどんな感じなのだ？例えば同じ頑張ってという励み増しでも相手によって伝え方を変えられるんです。プレッシャーに弱い人にはあなたのペースで大丈夫ですよ。無理しないでくださいね。完璧主義の人には今のあなたなら絶対にできます。これまでの努力を信じてください。自信を失ってる人には私はあなたの能力を信じています。一緒に乗り越えます。燃え尽き気味の人には少し休んでもいいんですよ。あなたは十分頑張っています。同じ思いでも相手の心に届く言葉を選べるのは INFJ の共感的影響力です。例えば職場で同僚が仕事のミスで落ち込んでいる時、多くの人は次は気をつけてとかどんまい、誰でもミスはあるよって声をかけますよね。その人の表情や話し方、これまでの行動パターンから自分を責めすぎてしまう性格や周りに迷惑をかけることを一番恐れている、完璧でなければダメだと思い込んでいるということを感じ取ってミスを気にするのはそれだけ責任感が強い証拠ですよね。その気持ちがあれば大丈夫ですとか誰でも失敗はあります、あなたが一生懸命やってることはみんな分かってますよ、このミスから学べることもあるはずです、一緒に考えてみませんかって、その人は本当に必要としている言葉を自然に選んで伝えられるんです。こうした経験あなたにもありませんか？相手がそんな風に言ってもらえて救われました、あなたの言葉で元気が出ましたって言ってくれたこと、これが INFJ の共感的影響力です。相手の心の奥にある不安や願い、価値観を感じ取ってその人にとって最も心に響く形で思いを伝えられる、だからこそ人の心を動かすことができるんですね。僕も自分の気持ちを分かってくれる人に励まされるとすごく元気が出るのだ。まさにそれです。 INFJ は相手が本当に求めている言葉を見つけ出すのが得意なんです。でもこの能力があるからこそ常に相手に合わせた言葉を選ぼうとして普通の会話でも疲れてしまう。この人にはどんな言葉が響くかな、今の言い方で傷つけなかったかな、もっといい言い方があったんじゃないかなって無意識に考えてしまうんですよね。コンビニで店員さんにありがとうございますっていう時もその人の表情を見て疲れてそうだから温かくよとか忙しそうだから手短にとか相手に合わせて調整してしまう。でもこれってすごいことだと思いませんか？多くの人が何気なく発している言葉をあなたは相手の心に寄り添って選んでいる、だからこそ INFJ の言葉には人の心を動かす力があるんです。実際に文学や芸術の世界でも多くの INFJ が人々の心に残る作品を生み出しています。それはこの共感的影響力のあるからこそ読者や観客の心に深く響く表現ができるからなんです。ここまで聞いて私もある、まさに私のことだって思った方、ぜひコメントで体験談を教えてください。どんな時に人の気持ちを察しすぎて疲れたか、逆にそれが役に立った経験、誰かを励ました時のエピソード、調和を作り出した体験など、あなたのあるあるをシェアしてください。同じ INFJ 同士共感し合える場にしていきたいです。きっとあなたの体験談を読んで私だけじゃなかったって安心する人もいるはずです。みんなのあるある僕もいっぱい知りたいのだ。きっと面白い話がたくさんあるのだ。さてここまで3つの能力についてお話ししましたが、でもやっぱり疲れるのは変わらないよねって思っている方も多いと思います。そこでこれらの才能を生かしながらも使いすぎない方法を5つお伝えします。1つ目は境界線を意識することです。相手の感情を感じ取るのは才能ですが、それを全部自分の責任だと思う必要はありません。この人の気持ちはわかるけど解決するのは本人の仕事、私にできるのは理解と共感までって線引きをすることが大切です。2つ目は一人時間を確保することです。 INFJ は常に周りの感情を処理しているので定期的に感情をリセットする時間が必要です。散歩、読書、音楽を聴く、何でもいいので自分だけの時間を意識的に作ってください。3つ目は自分の感情も大切にすることです。他人の気持ちを理解するのは得意なのは自分の感情を後回しにしがちです。でも今私は何を感じているのか、私は何を求めているのかを定期的に自分に問いかけることが重要です。4つ目は完璧を求めすぎないことです。全ての人を理解し全ての問題を解決しようとすると燃え尽きてしまいます。今日はここまで、この人のことを明日考えようって自分にも優しくしてください。5つ目はサポートネットワークを作ることです。同じように繊細な人やあなたの特性を理解してくれる人とのつながりを大切にしてください。一人で抱え込まず時には誰かに頼ることも必要です。これらを意識するだけで才能を生かしながらももっと楽に人間関係を築けるようになります。境界線って難しそうだけど大切なのだ。僕も練習してみるのだ。今日お話しした3つの最強コミュニケーション能力、1深層感情読解力、2調和想像力、3共感的影響力、これらがあなたの人間関係で疲れる本当の理由です。でも同時にこれらはあなたの持つ特別な才能でもあります。私も長い間なんで私はこんなに疲れるんだろう
普通の人みたいに気楽に人付き合いできたらいいのにって自分を責めていました。でも今はわかります。それは私が人の心を深く理解し、調和を作り出し、人を励ます特別な才能を持っているからだったんです。あなたも同じです。あなたの疲れはあなたの才能の証拠。そしてその才能を必要としている人があなたの周りにたくさんいます。もう自分を責める必要はありません。あなたは人間関係においてこの人にはできない特別な価値を提供できる存在なんです。大切なのはこの才能を生かしながらも自分の限界を知り、時には休むことです。自分の気持ちも大切にする。相手の問題を全部背負い込まない。時には距離を取る勇気も持つ。こうしたセルフケアを意識してこそこの能力は長く活かせる財産になります。あなたの才能はこの世界をより良い場所にする力を持っているんです。次回は INFJ が浅い関係を避けることで得られる3つの人生の宝物をお話しします。実は INFJ が浅い関係を避けるのは単なるわがままではありません。そこには人生を劇的に豊かにする3つの驚くべき宝物が隠されているんです。この宝物を知らずに無理して浅い関係を続けていると、せっかくの INFJ の特別な才能を生かしきれない可能性があります。特に3つ目の宝物は多くの INFJ が気づいていない人生を変える可能性を秘めているので、絶対に見逃さないでくださいね。もし今日の話が少しでも役に立ったらコメント欄であなたの体験も教えてください。私もこんな経験のある、この能力を生かした成功体験、使いすぎないコツなど何でも大歓迎です。同じ INFJ として一緒に学んでいきましょう。もし今日の動画がためになったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。 INFJ の皆さんが自分らしい人間関係を築いて本当に幸せな人生を送れるよう、これからも有益な情報をお届けしていきます。次の動画も絶対見てほしいのだ。3つの宝物、僕もすごく気になるのだ。みんなのコメントも楽しみに待ってるのだ。今日の動画最後まで見てくれてありがとうなのだ。今日もありがとうございました。